はい、どうも、こんにちは。エンジン太郎です。前回からだいぶ本編の方は間が空いてしまいました。この間一度 3D ネタをやってみましたが、再生回数がひどいこと予想してましたが、とりあえず今回は本編なので、いつも通りやっていきます。鋳造してたんですが、何度もしてたんですが、なかなかうまくいかずに苦戦しました。これがシリンダーヘッドですね。で、ここに載せるんですが、これ一番最初の鋳造品です。この頃はまだ目の粗いスタイルを使ってたんで、結構木肌がガサガサですね。それと、この時はまだ収縮率を考えずにやってたので、ちょっとちっちゃいです。なので、ちょっとこれは使えないなということで、これは置いといて次のを作りました。次に作ったのはこれですね。収縮率は問題ないのでサイズ的には良くなりましたが、問題としては湯回りが悪くて穴が開きまくったことですね。これはどうやら鋳造時のアルミの温度が低すぎたんですよね。多分アルミ溶けてすぐ煮込んじゃったんでちょっとダメでしたね。なので湯回りが悪くてダメです。これも後で溶かして材料に戻します。そしてこれが3つ目。サイズ的にはいいんですけど、ちょっと歪みが出たりとか、このように結構歪んでます。この歪みはどうも砂に埋没した時に押されちゃうみたいですね。なので本来はもし次同じものを鋳造する時にはここ蓋をしてでこっちにできればリブをつけて少しでも歪みに強い形状にしなきゃダメですね。これが3つ目で、さらに同じ日にもう1個やってるので同じ型でやってるんですが、歪みが比較的こちらは少なかったです。ある程度歪みももう取っちゃってサイズ的にもいい感じですね。それで湯回りもいいので湯道もだいたい綺麗にしました。あとここだけですね。はい、これを元に作っていくことにします。まずはここですね。底の部分をきれいに一度さらっていきます。だいたい直線をまず合わすと。まず1箇所基準となる平らの部分を用意していきます。エンドミルでは都合が悪かったので別のカッターに付け替えていきます。ここの湯道取っちゃいますね。ただここはまだそんなにカツカツに取る必要ないので邪魔にならない程度に取っておきます。あとはこの面に一回軽く引いて直線出しておきます。一旦底ができて、ここに起点になるエッジを作ったので、さてこれで一度開けてみて、少なからずテンションがかかってるはずなので、このまんまだと多分ねじれとか浮きが歪みがあるはずですね。なのでちょっと一回歪みチェックします。
い、定板の上に置くとやっぱりちょっとこうカタカタしますね。一回定板の上で取るか。紙やすりでこすって取りますか。まだちょっと浮いてる場所があるから、ちょっとだね。はい、光明炭塗ってへこんでるところをチェックしていきます。まだこの辺とかこの辺が低いんですね。よし、もうちょっと。これでいけるでしょう。よし。じゃあ次、フライスまたいきます。はい、そしたらこの、蓋をつける場所。このフィンからフィンの間の穴の開いたとこですね。高さを揃えて平らにしていきます。足りるからな。よいしょ。これで OK。なんとか入るね。そしたら予定の高さになるまでこっちを引いていけば OK と。設計の段階でここ1段出っ張らせればこんな不格好にへこませる必要なかったんですけど、まあこの辺が設計のうまい下手で分かれるところなんでしょうね。はい、あとこここれで平行が出てるので、あとはこの面を最終的にあと 1.7 ミリとか6ミリですね。この横っちょですね。もうこれいらないので取っちゃいますね。だいたい深さをこれで揃えたはずです。23を基準になってます。多少のばらつきはあるんですよね。これで底の面の切削終わりです。そしたら起点ですね。今回もここです。ここが起点になるので、まず起点の製作から始めます。起点出しはスコープですね。鋳造製品の位置出しにはやはりこのスコープが一番便利ですね。まずここを毛書きだけしときますね。よいしょ、毛書きをしてと。ここが中心のはずです。よいしょ。はい、座標に沿って穴開けしていきますが、まずはセンタードリルで準備ですね。
座標の読み間違いに注意しながら穴開けていきます。数が結構あるのでめんどくさいですね。12.65 82.65 そしたら 4mm のドリルで貫通させていきます。27.35あとはロッカーアームを固定する部分の穴も開けていきます。ロッカーアームの固定には M4 のネジ使うのでタップを立てておきます。はい、そしたらボールエンドミルでロッカーアームを据えるための、溝を掘ってきます。とりあえずはこっちの面からやれる作業は全部終わりましたので、反対の作業になるんですが、一箇所寸法ミスなのか余白が少なかったのか穴開いちゃったので、ここは後で対策しておきます。ここ削っちゃったけど、ここら辺板1枚貼って溶接して形を整えるか。それが無難かもしれないな。では反転させてザグリ穴など開けていきます。よし、最後に蓋をつけるためのネジですね。
蓋も M4 なので M4 のタップ立てていきます。これでヘッドカバーの部分一応終わりましたね。はい、一応あと残す加工はここですね。このカムベアリングが通る溝、ここを最終的には旋盤で据えぐりという方法で削っていくんですが、そのためにここ下穴、21ミリ、最終的には23ミリにするので、削り代を残して穴をちょっと拡大しておきます。そうしないとダメですね。なのでここの穴の下穴開けですね、荒削りを先やってきます。これとこのシリンダーヘッド側もやりますね。同じように作業してきます。次はスコープでセンターと。最後にはい、これで OK ですね。だいたいここの幅が21近くなってれば OK なんですけど、20.79、まあいいでしょう。だいたい 20.95、こんなもんか。一番上で測れば21ぐらいですね、ざっと。よし、これでシリンダーヘッドカバーの方は終わりました。次、シリンダーヘッドやりますね。引き続きシリンダーヘッド側の荒取りやっていきます。はい、これで、穴のカムシャフトの通る穴の荒取り終わりました。よし、今回の加工はここまでですかね。次回ジグ作っていよいよ据えぐりやっていきます。
せぐりやったことないので何とも言えないですが、うまくいくといいですけどね。はい。まあ、綺麗にいきましたね。まあ、穴位置もいいし、これなら問題ないでしょう。今回の加工はここまでとなります。次回は、まあ、ジグ作ることがメインになりそうな動画ですが、とりあえずは、まあ、今回もなんとか形になってよかったです。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。